こんにちは。食堂朝ごはんの中江里香です。今日は夏野菜をたくさん使った1週間の作り置きを作っていきます。最近の野菜はハウス栽培などで一年中出回っているものがほとんどですが、野菜にはそれぞれ旬があって、旬の時期が一番栄養価が高くて美味しいし、値段も安いなど旬の野菜にはメリットがたくさんあります。夏野菜はカラフルなものが多くて食卓に彩りを与えてくれるのもいいところかなと思います。そんなわけで今日は夏野菜を使って全部で11種類ほどのメニューを作ります。最初にきゅうりとナスの浅漬けを作ります。きゅうりはヘタを落として縦半分に切ってから斜め薄切りにします。ナスもきゅうりと同じようにヘタを落としてから縦半分に切って斜めに薄切りにします。みょうがは縦に4つ割りにします。みょうがはなければ入れなくても大丈夫ですが、みょうがは独特なさっぱりとした香りと食感がアクセントになるのでおすすめです。そうしたらボウルに入れて調味料を混ぜ合わせます。きゅうりやナスは水分が多くて他の野菜に比べると栄養価は少なめなんですが、みずみずしいさっぱりとした味が食欲が落ちやすい夏にはぴったりの野菜です。保存容器は私はハリオの漬物グラスを使っているんですが、重しがあるのでムラなく浸かるので便利です。なければポリ袋でしっかり空気を抜いて保存するのでも大丈夫です。次もまたナスを切ります。今度は長さを半分にして縦に4つ割りにします。ナスには先ほど栄養はあまり含まれないと言ったんですが、ナスの皮にはナスニンという成分が含まれていて、果肉にもクロロゲン酸という栄養素が含まれています。どちらもポリフェノール系の栄養素で強い抗酸化力があるのが特徴です。ズッキーニも長さを半分、縦に4つ割りにします。ズッキーニで今日は肉巻きを作ります。ピーマンは下味冷凍のチンジャオロースに使います。縦半分に切ってヘタを取ったら細切りにします。ピーマンの種は取らなくてもあんまり気にならないので取ってないんですが、気になる方は取ってください。ピーマンの種には血液サラサラ効果があると言われるピラジンが豊富に含まれます。次は玉ねぎ1/4の1個をみじん切りにします。これは鶏肉のトマトソースに使います。縦横に包丁を入れてから端から刻んでいくとみじん切りになります。次はトマトです。トマトは1センチ角に切ります。これも鶏肉のトマトソースに使うやつです。かぼちゃは種と綿を取り除いて一口大の大きさに切ります。
かぼちゃが硬い時はレンジで2、30秒かけると切りやすくなります。無理して切ろうとすると危ないです。かぼちゃは野菜の中でもとっても栄養価の高い野菜で、特にカロテン、ビタミン C、ビタミン E が豊富です。これらの栄養素は三大抗酸化ビタミンとも言われていて、強い抗酸化力を持つのが特徴です。動脈硬化を防いで生活習慣病を予防します。次はミニトマトです。ミニトマトはヘタを取って湯むきします。最初にトマトに包丁や爪楊枝で刺して少し穴を開けておくと剥きやすくなります。熱湯に10秒ほど入れてから氷水に浸します。トマトの湯むきは皮がもったいないなと思ってあんまり今までやってなかったんですが、マリネとか漬物には味が染み込みやすくなるのと、あと舌触りが滑らかでとっても美味しいので、ぜひやってみてほしいです。湯むきしたトマトは保存容器に入れて混ぜ合わせた調味料を加えたら出来上がりです。次はパプリカです。パプリカは今日は調理せずに切るだけ切って冷凍しておきます。冷凍しておけばスープや炒め物に少しずつ使えるのでとっても便利です。パプリカはとっても色合いが綺麗なので、料理の彩りが足りないなと思った時にも活躍します。それとパプリカは野菜の中でもトップクラスにビタミン C が豊富な野菜です。パプリカのビタミン C は加熱にも強いと言われています。エリンギも今日は調理せずに切って冷凍保存します。キノコは冷凍することで細胞が壊れて旨味を感じやすくなります。そして油揚げも切ってから冷凍します。キッチンペーパーで油を拭き取ってから保存します。油揚げは私は煮物やお味噌汁によく使うので常に冷凍ストックしています。食感もあんまり変わらないので冷凍しておくととっても便利です。余った野菜はそのまま冷蔵庫で保存しました。そうしたら次はかぼちゃのごま味噌煮を作ります。まずは鍋に調味料を混ぜ合わせてからかぼちゃを加えます。かぼちゃは皮の方が硬いので皮を下にして煮るといいと思います。入れ終わったら火にかけます。煮立ったら落とし蓋をして10分ほど煮ます。煮ている間にすりごまを用意します。私はすり鉢ですっているんですが、もちろん市販のすりごまを使っても大丈夫です。ごまの成分の約半分は脂質なのですが、このほとんどはコレステロール値や中性脂肪値を下げる働きがある不飽和脂肪酸でできています。そしたら次は大葉のめんつゆ漬けです。
これは保存容器に調味料を混ぜてシソをつけるだけです。しっかり浸るように一枚一枚入れていくといいと思います。これはご飯にのせるととっても美味しいのでおすすめです。次はさっき切っておいたナスを調理します。まず油をひいたフライパンにナスを入れて、箸で混ぜて油を絡めます。そうしたら弱火にかけて蓋をして蒸し焼きにします。時間はだいたい5分くらいです。たまに蓋を取って箸でナスを転がします。かぼちゃの方は10分くらい経つと柔らかくなって汁気もだいぶ少なくなってきます。そうしたら落とし蓋を取って火を少し強めて、もう少し汁気を飛ばしてから火を止めてすりごまを加えて混ぜます。この時かぼちゃが煮崩れやすいのでそーっと混ぜます。ナスは5分経ったら蓋を取って汁気を切ったツナ缶と調味料を加えます。これはご飯に合うように少し濃いめの味付けになってます。ご飯のお供にとってもおすすめです。次はズッキーニの肉巻きを作るんですが、最初にフライパンに油を引いておくと作業がスムーズだと思います。スムーズだと思います。豚の薄切り肉にズッキーニを置いて巻いていきます。お肉を巻いたら片栗粉を全体にまぶします。そうしたらフライパンに並べて火にかけます。火加減は中火くらいで箸で転がしながら焼いていきます。火が通ったら調味料を加えて煮詰めながら絡めていきます。今日はカレー粉を加えてカレー味の肉巻きにしました。カレー粉のスパイスには食欲増進作用のあるものが多くて、食欲の落ちやすい夏にとってもおすすめです。最後に下味冷凍のメニューを2品作ります。夏場の作り置きは日持ちが心配という方も下味冷凍だと日持ちが長いのでおすすめかなと思います。下味冷凍の1品目はチンジャオロース風の味付けにしました。最初に調味料を入れて混ぜてから牛こま肉を入れて調味料を絡めます。最後に切っておいたピーマンを上に乗せて空気を抜いて口を閉じて冷凍庫で保存します。次に作るのは鶏肉のトマトソース風の下味冷凍です。一口大に切った鶏肉に調味料を加えて混ぜて、その上にさっき切っておいたトマトとみじん切りの玉ねぎを乗せます。食べるときは解凍してからフライパンで炒めます。トマトがいい感じに加熱されてトマトソースのような感じになります。